海外 FX トレーダー .com です。本日2022年1月4日17時32分です。新年一発目の動画になります。よろしくお願いいたします。今年もブログとこの YouTube の動画を細々とですけれども続けていきたいなというふうに思っています。よかったらまた見に来てください。今日は2021年のトレード結果を振り返りたいと思います。ブログの方ではもう記事にしてあるんですけれども、MT4 の詳細レポートを表示させて、見方の解説と私のトレード結果を振り返るというのをやっていきたいと思います。まずですね、MT4、詳細レポートを出すためにはターミナルを表示させてください。左上のこのボタンをクリックするとターミナルが表示されます。下の方ですね。ちっちゃい場合はダブルクリックですね。口座履歴を表示させて、その上で右クリック。期間をまずカスタム設定して、2021年の1月1日から2022年の1月30、12月31日に設定します。で、右クリックをして、詳細レポートの保存ということですね。今のところ分かりましたかね。口座履歴の上で右クリックして、詳細レポートの保存というのをクリックすると、保存する画面になりますので、適当に名前を付けて保存しましょう。そうすると Web ブラウザ上でレポートを確認できるようになります。これが詳細レポートです。クローズドトランザクションは決済済みのポジションの結果が記載されています。チケットが注文番号、オープンタイムが新規約定の時間、タイプが売りか買いか、サイズがロット数、アイテムがトレードした通貨ペア、プライスが約定した価格、SL、ストップロスですね。逆差し値を入れたら、その価格が表示されています。TP、テイクプロフィット、利確の差し値。クローズタイムは決済した時間、プライスは決済約定した価格、コミッションは手数料です。アキシオリーの場合は、ナノスプレッド口座だと、手数料がかかりますので、それが表示されています。タックス税金ですが、基本ゼロですね。スワップ、プロフィットは損益ということになります。で、下の方にスクロールしていくと、オープントレードってあるんですけれども、これは保有中のポジションです。保有中のポジションが、フローティング PL っていうのはこれ、含み損益のことなんですけれども、含み益ですね。今、5729円の含み益がありますよということです。これは損益から手数料やスワップをすべて差し引いた額がこの含み損益のところに表示されています。ワーキングオーダーは発注中の注文のことでまだ約定されていない注文ですね。で、決済注文に関してはここには表示されないです。基本的に新規注文の未約定の発注中の注文がここに表示されます。でサマリーですね。デポジットウィズドロワルはこれ入出金の合計額です。で、クレジットファシリティ、信用枠なんですけど、信用枠は FX で基本的に使わないのでゼロになっています。でクローズ PL、これは決済したポジションの損益ですね。トータルの損益です。つまり2021年のトータルの損益がこれですよということですね。私の場合はマイナス62万円でしたということになります。フローティング PL 先ほどお伝えした通りです。保有中のポジションの含み損益。マージンは、必要証拠金ですね。今保有しているポジションを持つために必要な証拠金、必要証拠金です。バランス、口座残高です。エクイティ、これは口座残高プラス含み損益ですね。今、含み益になっているので、プラスして97,410円になってますけれども、含み損になっていれば、この口座残高から差し引かれて、ここに表示されます。フリーマージンは有効証拠金になります。口座残高に含み損益を加えて、そこから有効証拠金を差し引くと。そうすると有効証拠、ごめんなさい、これ必要証拠金ですね。必要証拠金を差し引くと有効証拠金が出ますよということですね。フリーマージンは有効証拠金です。では一番下ですね。これディテールのところなんですけれども、残高、ディテールっていうのはですね、ちょっと微妙だな。
これですね。ここにディテールって書いてあるんですけれどもね。トレードの詳細、一番細かいことが載っているところになります。残高の増減が見れるグラフになります。グロスのプロフィットはこの期間中の総利益ですね。155万。グロスのロスが総損失217万。差し引いてマイナス62万3000円が2021年。1年間のトータルの損益になります。プロフィットファクター、いわゆる PF ですね。利益割る損失になりますので、1を超えてくると、この期間プラスだったということになります。Expected Payoff は、1トレードを行うごとに期待できる損益です。マイナス341円になってますので、1トレードするごとに341円失うよということですね。トレードしちゃいけないトレーダーですね。アブソリュートドローダウンは、初期の口座残高からの最大のドローダウン額になります。でマキシマルドローダウンは、口座残高のピーク値からの最大のドローダウン額になります。でリレイティブドローダウンは、初期の口座残高ではなくて、ごめんなさい、ピーク値。口座残高のピーク値からのドローダウン、最大ドローダウンの割合ということですね。が445% ということになっています。でトータルトレードの総数ですね、1828。ショートポジションを入れた数が978で、そのうち42%買ってますと。ロング入れたのが850で、そのうち39%買ってますということで、どちらも、負けてる数の方が多いんですよね。つまり勝率が良くないということがわかるのと、あとはショートの方が多かったんだねっていうのがわかるのと、ロングよりもショートの方が勝率はいいんだねということもわかります。でプロフィットトレード、利益になったトレードの数は743で、全体の 40% ということで、つまりこれが勝率ですね。40%。負けたのが1085トレードあって、負ける確率が 59% ということになります。もうちょっとやっぱり勝率を上げないと利益が残らないよねっていうのがわかりますね。最大のラージェスト、最大のプロフィットトレードということで、利益になった、1トレードで利益になった最大の額は4万1000円です。で、最大の損失はマイナス3万3000円ということになります。アベレージ平均ですね。こっちの方が数をやるトレーダーは重要ですね。やっぱり平均にトレードの結果って寄ってくるので、アベレージの方が大事かなと思います。2091ですね。ワントレードでのアベレージ、利益のアベレージは2091。損失が2007ということで、こちらも少しだけ、利益の方が大きくなっています。最大の連勝数と金額、16連勝が最大で5709円、その時5709円利益が出ましたということですね。ロットが相当小さかったんでしょうね。負けもそうですね。16連敗っていうのが最大で、金額がマイナス2045円ということになっています。こちら、コンセクティブプロフィット、マキシマルですね。最大の、連続した時の利益。連続した利益は65,481円でしたと。4連勝。その時の連勝数は4連勝でしたということですね。で負けの方が72,491円で5連敗した時でしたということですね。はい。負けが込み始めると、損失が大きくなっちゃうということですね。平均の連勝数は2連勝。ちっちゃいですね。少ないですよね。もう少し連勝したいですね。基本的に連勝していて、時々負けるぐらいの感じがいいですけどね。連勝が少ないと。で、連敗のアベレージが3連敗ですと。連勝より連敗の方が多いんですね。だから負け始めると続いちゃうっていう、そういうことがわかりますよね。この数字からも。はい。ということで、こんな感じで自分のトレードを振り返ることができます。今回見てわかるのは、ちょっとトレード数多かったかなっていうのがまず一つと、あとはショートの方が数が多くて勝率がいいっていうことで、もう少しショートの割合を増やしてもいいかなと。ショートの数を増やすっていうよりは、ロングの狙う場面をちょっと減らして、ショートを相対的に増やすと。ショートの割合を相対的に増やすっていう考え方もありかななんて思ってます。で、あとは負けが込んできたときになるべく小さな損失で止めるっていうことですよね。連敗しないっていうのもすごく大事かなと。そういうところも
勝率に関わってくるかなというふうに思いますので、気持ち切らさずに丁寧にコツコツとトレードをしていきたいというふうに思います。はい。こんな感じで自分のトレードを振り返ることができますので、MT4 の詳細レポートの機能ですね。ぜひ使ってみてください。はい。ということで本日の動画は以上になります。2022年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。